ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風 OK グッバイ、こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。皆さん最初に謝らせてください。歌声分析の本編の方のですね、音声が乱れてるような状態になってるんですよね。ただ聞き取れないレベルではないので大丈夫かとは思うんですけれども、聞き取れない部分は字幕にて対応しておりますので、音の聞き心地が悪いかもしれないんですけど、ご了承いただけたらなというふうに思います。そして藤井風プレマ歌声分析シリーズもですね、今回の OK グッバイを含めてあと2曲となってしまいました。もう1曲の Forever Young はですね、明日中に動画公開いたしますので、ぜひそちらもですねチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回 OK グッバイ歌声分析したわけですけれども、個人的に藤井さんの音楽の全てを詰め込んだ楽曲なんじゃないかなっていうふうに思います。歌のテクニック的な部分だったり表現力的な部分、そして楽曲の作り方に至ってまでものすごい高レベルかなっていうふうに思う楽曲です。今回集中して分析してみたらね、そこに気づくことができました。そういった部分をですね、自称日本一細かく、そして丁寧に分析しており、練習するときにですね、ものすごく役に立つ有料級の内容をふんだんに盛り込んだ動画の内容になっておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速藤井風 OK グッバイ歌声分析 GO!いいですね。この軽快な感じがいいですよね。この軽快な感じを表現するために藤井さん何をしてるかっていうと、全体的にですね、音を切るテクニック、スタッカート、これを使ってるんですよね。音を切ることによって切った後の音がですね、強い音、アクセントに変わるんですよ。この性質をですね、うまく使ってこの弾んだノリを出しています。そして藤井さんのここの部分の声の出し方なんですけど、口の中の口腔共鳴、こちらが中心になってますね。で、口腔共鳴もですね、大きく分けると2つの使い方があります。口の中の前方向の空間を使う声の出し方か、口のですね、奥側、喉側って言えば分かりやすいですかね。その辺を使った声の出し方。この2つがあるんですけど、藤井さんはですね、喉の奥をですね、しっかりとこう、カタカナのコみたいな形をこうガシッと固めて歌うような発声法を使ってると思います。そうするとどういう声になるかっていうと、こういうたくましいながらに声の通りがいいみたいな音色を作ることができるんです。おそらくこういう体の使い方をしてるんじゃないかっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。ラララーみたいな感じの声の出し方ですよね。で、この一番高い音からその後は音が下がっていくようなフレーズになってるんですけど、そこで声に息の音を混ぜるウィスパーボイス、こちらを使ってふわっとした雰囲気に仕上げています。じゃあ次いきますよ。ここで胸の胸腔共鳴の響きをですね、めちゃくちゃ使った声を出してるんですよね。一気に男らしさが溢れてくる声っていうかね。そこまでは一個前に説明した声の出し方をそのまま使ってるんですけど、最後のワンポイントだけ雰囲気を変えるっていうね、この細かい表現方法がたまんないですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ライズのところのこの声の太さがね、かっこいいですよね。次いきますよ。でこ
この辺とか子音の強さがものすごく際立ってますよね。やっぱり英語って思ってる以上に子音を強く発音しないと英語の発音にならないんですよね。だからこの辺は英語の子音の発音を忠実に使っているような歌い方かなっていうふうに思います。それがね、かっこいいんですよ。やっぱり日本語っていうのは子音がどちらかというと弱い言語なので、子音が強い歌声を聞くことができるとかっこいいっていうふうに思ってしまうんですよね。このポイントがまさにそれかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、最後のフレーズとかもザッザッっていう風にこう子音がものすごく前に出てますよね。これがかっこいいですよね。で、かっこいいと思われる理由としては、歌の中での子音っていうのは打楽器のダダダダみたいなアタック音に近いようなニュアンスがあるんですよね。で、アタック音があってそこに音が乗ってくる。これは楽曲でいうところの決めって言われるポイントと同じような効果があるんですよね。決めってバンド全体で同じリズムで演奏するポイントを決めって言うんですけど、ジャッツジャーンみたいな口で言うと分かりにくいな。その決めのポイントが出てきたら皆さんにご紹介しようと思うんですけど、楽曲の中の見せ場って言われてるポイントなんです、決めって。なんかそういったパワー感を感じるような歌声になるんですよね。かといって子音を強く発音すればいいっていうことでもなくて、強くやりすぎちゃうと今度わざとらしさが出ちゃうし、そういうさじ加減が難しいんですけどね、子音の発音っていうのは。藤井さんはね、もうかっこいいところをね、ピンポイントと狙ってやってるような感じがありますよね。次いきますよ。かっこいいね。歯切れのよく強い声できて、今のフレーズは優しくそっと語りかけるような雰囲気。ここでもウィスパーボイスの息の音がたくさん使われていましたよね。もう一回聞いてみましょう。で、ここはウィスパーボイスの息の音を目立たせるために鼻のですね、鼻腔共鳴、こちらの響きを多めに使ってるんですよね。鼻に声を入れることによってこの息の音が目立つようになってくるんです。もう一回聞いてみましょう。いい音色ですよね。どの音域の声を聞いても藤井さんの声ってものすごく魅力的ですよね。その音域によって良さがあるっていうか、最高ですね。次いきますよ。ここの部分もウィスパーボイスを使った声を使ってるんですけど、1個前のフレーズの雰囲気とは若干変わってるの皆さん気づきましたか？これどういうことかっていうと、口をですね、あまり開いていないんですよね。口をあまり動かさないで歌うことによって、落ち込んだような雰囲気が歌声に乗ってくるんですよ。ボソボソと話しているような雰囲気というか、その声の雰囲気がものすごく儚く感じます、僕は。もう一回聞いてみましょう。で、後半の一瞬だけ強くグイッという風に引き上げるように歌ったポイントで、切なさを表現しているというかね、感情の起伏がね、感じられて、ものすごくグッとくるポイントかなっていう風に思います。次いきますよ。耳元で囁いてる感じがまだたまんないですよね。藤井さんよくこの表現の仕方使うと思うんですよ、僕は。優しく語りかけるような雰囲気。この声僕大好きですね。もう一回聞いてみましょう。イエーのところ。ここで一瞬ちっちゃい山を作ってるんですよね。次に行きますよみたいな雰囲気を感じれる歌い方というか、こういう風に音量を使っての曲のシーンの切り替わりみたいなこともよくやりますよね。いや本当にね、表現力お化けなんですよ、藤井さんは。歌のテクニックもすごいけどね、こういう細かいアプローチっていうのがすごいたくさんあると思います。素晴らしすぎる。次いきますよ。いいね。
さりげなく入ってくるハモリがまたかっこいいですよね。ここはね、上ハモリですね。藤井さんのメインメロディーに対して高い音域でハモってるパターン。上ハモリの特徴としては、こうね、ハーモニーの美しさが際立ってくるような、そんな感じのハモリなんですけど、すごく幻想的な雰囲気が出ていますよね。もう一回聞いてみましょう。もうね、ニヤニヤしちゃいますよね。やっぱり藤井さんの曲の中の魅力の一つとしては、僕はね、ハーモニーもあると思うんです。いっぱいある中の一つなんですけど、このハーモニーでの雰囲気の作り方が本当にすごいですよね。きらびやかさを出したいときは上ハモリを使って、で、歌声のハーモニーの力強さを表現したいときは下ハモリを使って、で、音圧的なかっこよさを表現したいところは3パートでのハーモニーでハモリのこの響きの厚さを表現するとかね。本当にね、いろんなパターンのハーモニーを駆使して楽曲を表現してるんですけど、もう本当にね、知識がやばい。本当にすごすぎますよね。じゃあ次いきますよ。ここで一回止めます。今のタンタンタン、ここも決めです。さっき言いましたよね。その子音を強く発音したその子音のアタック感と音が重なった部分が楽曲全体でいうところの決めっていう部分の雰囲気に似ているみたいな。今のタンタンタンっていうところでドラムがバンバンバンだし、ベースもドゥッドゥッドゥだし、ピアノもジャンジャンジャンだし、みんな同じリズムで演奏しているポイントなんですよ。ここをね、決めって言います。藤井さんの楽曲のサビ前は結構ね、決めでサビへ行く雰囲気作りをする曲多いかなっていうふうに僕はね、思います。もう一回聴いてみましょうか。ここ。ドンドンドンってとこ。かっこいいですよね。じゃあ次サビいきますよ。この裏声がね、たまらないですよね。一瞬にしてこう、ふわっと力が抜けたような癒し効果があるというかね。で、ここの裏声なんですけど、大体の場合は裏声って鼻の鼻腔鏡面を中心にするんですよね。で、鼻の鼻腔鏡面を中心にすることによって、頭を響かせるヘッドボイスっていう声も作りやすいんですよ。このヘッドボイスっていうのは声のきらびやかさを増幅させるような効果があるんですけど、でも藤井さんはここの部分は裏声を口の中の口腔鏡面で作ってるんですよね。口腔鏡面で作ることによって日常会話で使っている声の音色が出やすくなるんですよ。どういうことかっていうと、親近感が湧きやすい声の音色になるというかね。だからこそ癒し効果を感じるような雰囲気が作られてんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。裏声がラーラー、こういう響きだったと思うんですよね。これが口腔鏡面を使った裏声の音色。で、鼻を使うとどうなるか。ラーラー。こう声の通りが良くなるんですよね。こうキラキラっとしたような成分が出るというか、響きのポイントを変えるとだいぶ聞き直してみると違った雰囲気になりますよね。こういった微妙な雰囲気の違いをですね、しっかりと使い分けて歌ってるんですよね、藤井さんは。素晴らしいですよね。次いきますよ。しっかりと聞いてみると、声の強い部分、弱い部分、この幅が広いですよね、サビのポイント。この音の強弱をダイナミクスって言うんですけど、このダイナミクスの振り幅が広いことによって、ものすごくこう大きなノリが生み出されてると思うんですよね。ララ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 ラみたいな強いポイントからふわっと力が抜けてシュンと落ち着いて、でまた盛り上がるみたいな、こういう大きな波が作り出されてると思うんですけど、この音の揺れがですね、ものすごく心地いいですよね。これでね、英語の意味も分かったら、もっとこう藤井さんが表現したかった考えだったりね、イメージを考察することもできるんですけど、今の僕ではね、ここが限界ですね。ごめんなさい。
ただこの揺れがですね、ものすごく心地いい。皆さんもそう思ってるんじゃないですかね。次行きますよ。今の裏声からミックスボイスの連結がですね、ものすごくうまかったですね。もう超高等技術。やっぱこういう細かいテクニックの部分は歌声分析みたいに集中して聞かないとなかなか気づけなかったりしますね。今普通にこう集中して聞いてやっと気づくことができたというか、ララララララみたいな。いや、すごい難しいですよこれ。僕最初ここ裏声からスムーズに地声に切り替えてさらに強い地声につなげてると思っていたんですよ。ただ今集中して聞いたらラララララ、ここのララっていう風に地声で聞こえたところ、ここねミックスボイスだったんですよね。で最後のラーのこの力強いところで地声につなげるっていう、このワンフレーズで3種類の声を使ってました。もう一回聞いてみましょう。すごいね。めちゃくちゃうまい。やばすぎます、これは。で、今の裏声のところも、やっぱり口の中の口腔共鳴なんですよね。で、ここの何が難しいかっていうと、裏声からミックスボイスに切り替えるっていうのも難しい。あ、ごめんなさい。ミックスボイスって、地声と裏声の中間の声をミックスボイスって言います。地声の成分と裏声の成分が両方存在する声というかね。このミックスボイスっていう声を出すだけでもすごい難しいんですけど、で、また話は戻りますけど、何が難しいかっていうと、口腔共鳴中心の裏声って地声に切り替えるのが難しいんですよ。声の音色っていうのは鼻である程度コントロールするので、鼻腔共鳴を使った裏声だったら地声に切り替えるとかミックスボイスに切り替えるのが割とやりやすかったりするんですけど、切り替えスイッチなんですよ、鼻って。そのスイッチを使わないでミックスボイスに切り替えてるっていうところがね、すごすぎるんですよね。おそらくこんな細かい分析してるボイストレーナーは世の中にいないと思うんですけど、いや本当にやばいですね。もう今日本で一番藤井さんの歌声について詳しい自信あります僕。ものすごく細かく分析しちゃってますから。あくまで自称ですけどね。せっかくなんでもう一回切り替えポイントを聞いてみましょう。みたいな。今僕これ鼻使ったからスムーズにできましたけど、ちょっとね難しい。でもなんか今やろうと思ったらなんか藤井さんっぽい声が一瞬出たような気がするんですけど、気のせいでしょうか。ラーラーみたいな、こういう感じの声ですよね。また一歩藤井さんの声に近づけたかな。次いきますよ。いいですよね。ここね、フェイクからこうね、シュンと抑えた優しい歌声っていう僕のね、大好きなポイントの一つですね、ここは。もう一回聞いてみましょう。このラーイ、このフェイクよく使うんですよ、藤井さん。僕もこれ好きですね。ラーっていうこの流れ。このフレーズはね、ものすごく有名なフレーズなんですけど、最後にもう一山ポンって作ってあげるようなフェイク。このパターンね、僕すごい好きで、僕もフェイクばっかり歌ってたんですよね。そのプロとして歌ってる時ね、フェイクやりすぎて怒られちゃうぐらい。もっと原曲を忠実に歌ってみたいな感じで怒られちゃうぐらいフェイク大好きだったんですけど、このね、でよくね、フレーズ締めてました、僕も。だから藤井さんがね、このフレーズよく使うのを聞いて、僕はね、すごく嬉しくなっちゃいますね。次いきますよ。back。この、くまでしっかりと発音してますよね。さすがです。英語圏の人たちはこの back、このこれがないと何を言ってんのか分かんないらしいんですよね。僕昔僕が習ってたわけじゃないんですけど、英会話の仕事をしてるオーストラリアの方とこう喋っていて、英語の発音について話したことがあるんですけど、日本では例えばステーキって言うけど、これ英語だとステークみたいな。でステーキだと
木って何みたいな感じになるらしいんですよね。僕らじゃちょっと理解できないじゃないですか。英語をこう普段喋らない我々としてはね。だから英語にとって子音の発音ってものすごく大事で、みたいなことをね教えていただいた時がありました。20年ぐらい前の話なんですけど、いやここに来てね思い出すとは思ってなかったです。藤井さんの最後のバックのこの K の子音注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、Baby ain't coming back みたいな、ちょっと今うまく出なかったけど、back っていう風にこうクッって音出してますよね。やっぱり本当にね英語の発音をものすごく大事にして歌ってますよね。次いきますよ。これもねいいですよね。フェイクなのにしっかりとハモってるんです。普通フェイクってハモらないですよ。ハモリが難しいからね。でも藤井さんぐらいになるとフェイクハモっちゃうんですよ。もう一回聞いてみましょうよ。やばいですよね。多分ね藤井さんぐらいだと思いますよ、フェイクハモってるの。いやまあシンプルなフェイクだったらハモったりもしますけど、ここまで複雑なフェイクをハモるって多分藤井さんぐらいなんじゃないかな。藤井さんの歌を聴いて初めてフェイクを聞きましたっていう方、言っときますけど、これ普通じゃないですからね。ものすごいことやってますから。僕がフェイクでハモってる歌を聞いたことがあるのはやっぱりねコーラスグループですね。 R&B 系のコーラスグループ、ボイストゥーメンとかテイク6とか、ごめんなさい、ものすごく前のアーティストなんですけど、この辺はですねハーモニーを作るっていうのが売りのグループなので、フェイクとかもハモったりするんですよ。ものすごく複雑なフェイクもハモったりするんですけど、もうそれと同じクオリティのフレーズをですね藤井さんやってます。もう本当にすごい、これは世界最高峰だと思います。次いきますよ。そうそう、ここのね2番の声のこのパワー感たまらないですよね。で皆さん気づきましたか？ 1 番よりもめちゃくちゃスタッカートを使ってるんですよ。強いスタッカートっていうか、もっと分かりやすく言うとめちゃくちゃ音を切って歌ってるんです。でここのバックの伴奏なんですけど、じゃん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 みたいな、ものすごくこうシンプルな感じになっていて、でバックの伴奏もここはねスタッカートで演奏してるんですよね。でじゃんじゃんから次のじゃんじゃんまでの間はこうね空白になっていて音が何も鳴っていない。でその裏になってるのはハンドクラップみたいな感じになってるんですけど、ここでものすごくこう弾んだような楽しい雰囲気を出すために藤井さんはこれ以上できないんじゃないかっていうぐらい音を切って歌ってるんですよ。それがですねこの弾んだニュアンスを表現してるんですよね。もう一回聞いてみましょう。で気づきましたか？僕もねごめんなさい、気づきましたかとか言って今気づいたんですけど、一瞬だけエッジボイスが入ってるんですよね。ラララララララみたいな、あそこまで音を切りながらエッジボイスを入れる藤井さんのこのテクニックやばいですよね。もうね脱帽本当にすごすぎる。次いきますよ。でここはスタッカートの強さをちょっと弱めてますよね。だから前半はものすごくこうグッと締まった感じなんだけど、今聞いたところはどっちかっていうとちょっとこう流れて聞けるみたいな、流れて聞ける、ちょっと表現がうまくなかったな今。こうゆったりした感じで聞けるっていうかね。もう一回聞いてみましょうか。スタッカートはもうほんと最後のワンポイントぐらいで、あとは子音の強さでリズム的なノリを表現してるっていう感じですよね。声での表現力も素晴らしいですけど、こういったリズムを使っての表現力もですね藤井さんは神レベルなんですよ。ほんとすごいもうねさっきから同じようなことしか言ってない。てか以前までの僕の藤井さんの歌声分析動画はもうねかっこいいかっこいいだったんですけど、最近はねほんとすごいとかやばいとか信じられないみたいな、そういった表現になってますよね。もう知れば知るほど神なんだなっていうのがね理解できてきますね、藤井さんの歌と音楽性は。次いきますよ。
OK グッバイのハモリは上ハモリが多いですよね。今のところも部分的ではありますけども、上ハモリでしっかりときらびやかな雰囲気をこうね2箇所表現してます。でここで藤井さんのテクニックとして際立ってるのがしゃくりと言われるっていう風に目的の音に対してちょっと低い音から入ってこうグーッと音を上げていくテクニック、ここがですねものすごくかっこいいですよね。どのポイントかもう一回流すんで皆さんちょっと聞いてね調べてみてください。いきますよ。そうのところでゆっくりとグーって上げて、次のウィーのところはこうキュイって上げてるんですよ。2パターンのしゃくり方で表現してるんですよね。このしゃくってる2箇所のフレーズなんですけど、同じ音なんですけど2パターンのしゃくり方をすることによって雰囲気の違いを表現してるんです。こういうところがねかっこいいんですよね。次いきますよ。こう急に優しくなるのがちょっと反則ですよね。こう力強くわーっといったかと思ったら急にこうふわっとしたような雰囲気に落ち着くみたいな、これ反則だと思います。僕かっこよすぎますもん。もう一回聞いてみましょう。でこのふわっとしたところもやっぱり上ハモリが入ってくるんですよね。優しくきらびやかに上品な感じでフレーズを締めるっていうね。で次に突入いってみましょう。でここのポイントなんですけど、1番は口をあまり開かないで歌ってるような雰囲気だったのに対して、ここはですね1番よりも口を大きく開けて歌っているような雰囲気を感じます。歌詞の輪郭がですね1番よりもこうくっきりしてますよね。もう一回聞いてみましょう。で鼻の鼻腔共鳴の響きもちょっと使い出してきたかなっていう風な印象を受けました。なーララ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 なーとか、この上がってるところはこう鼻の奥の空間をこうまんべんなく使ってるような音色かなっていう風に思います。次いきますよ。でウィスパー感も結構強いですよね。ラーみたいな。でも声質が若干明るいからこう暗い感じがしないですよね。優しさの塊みたいなね、そんな雰囲気を感じます。もう一回聞いてみましょう。ほらあーイエーみたいな、ここもそうですよね。なんか今回のプレマの声質表現、ウィスパーボイス使うことめちゃくちゃ多いですよね。プレマの前までは結構僕の中の藤井さんの歌声のイメージはエッジボイスをかなり多用するなっていうイメージだったんですけど、今回はウィスパーをいっぱい使ってると思います。やっぱアルバムによってこの声の表現のテーマみたいのを変えて歌ってんのかな、藤井さんは。なんかそんな気がしますね。次いきますよ。からこうだんだんやっぱり鼻になってきましたよね。そのためのアプローチだったのかもしれないですね。さっき少しずつ鼻の鼻腔共鳴を使い出してきたっていう風に僕が言ったポイント、あの声を使った理由、ここにつなげるための助走だったのかもしれないです。でやっぱり鼻の鼻腔共鳴を使うと声の通りが良くなってくるので、声の存在感がこうガッと出てきますよね。曲の後半になるにつれて声のパワフルさを表現しやすいような発声方法に変えてるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。ねえネバゴナみたいな、こんな感じの声ですよね。ねえ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 もう結構鼻のこの辺の響きがですね強い声質かなっていうふうに思います。同じ音域でもいろんな響きを使った声で表現してるんですよ、藤井さんって。ここが素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。いやーかっこいいねやっぱりかっこいいんですよ。
低音域と中音域もかっこいい声なんですけど、やっぱりこの高音の感情が乗ってきてますっていう雰囲気がする声質、僕はねたまらなく好きですね。次いきますよ。いいね、このやっぱりゆったり乗れるこのテンポ感最高に好きですね。なななななララララなななななみたいな、今自分で歌ってみて気づいたんですけど、こう各パートがあるじゃないですか。4箇所ぐらいあると思うんですけど、強い地声の部分で裏声の部分で低音域の部分でまた強い地声の部分みたいな、これ強い地声の部分の最初と最後は同じ声の出し方なんですけど、なんかね全部が違う声の出し方でつながってるみたいな感じですよね。なななななのところは鼻と口、ララ、ここの裏声は口、ララ、この低いところは喉の奥を広げて胸腔共鳴で、ラララララはまた鼻みたいな。今気づきました。もう一つ一つが違うんですよ、声の出し方。もう一回聞いてみましょう。ほら、聞いてみると気づきません？皆さん。いや、これすごいですよね。本当にすごいですよ。普通はね、一パターンの声の出し方で全部歌っちゃいそうですけど、もう全部違いますからね。本当に器用に声を変えて歌ってます。次いきますよ。なんかそこに気づいてから聞くとものすごく感動しちゃいますね。そのね、前よりもこんなにすごいことをしていたんだ藤井さんはみたいなね。いや、やばすぎます。次いきますよ。ここのポイント、裏声がこう続くじゃないですか。まあ正確には裏声行って地声行って裏声ミックス地声みたいな感じだけど、裏声のポイントが2箇所出てくるじゃないですか。僕はね個人的に藤井さんの地声も大好きなんですけど、裏声もものすごく大好きなんですよね。でこの OK Goodbye はプレマの中でも裏声ポイントの多い楽曲だっていうふうに僕は思っていて、だからねここのポイントが来るとやっぱ嬉しいですね。次いきますよ。やっぱこの流れ大好きだな。力強いフェイクから優しく締めていくみたいな流れね。もう一回聞いてみましょう。でこの優しい声はどうやって出してるかっていうと、もう鼻ですね。ななななななみたいな、こういう感じの声の出し方かなっていうふうに思います。いやー、テンション上がりまくりですね。僕すごい楽しい。次いきますよ。ここのハーモニーもたまらないですよね。このうーとかいうこういうハモリを僕そのコーラスグループやってた時によくね歌ってたんですよ。だから本当にこういうフレーズ大好き。すごく綺麗なハーモニーですよね。三声ハーモニーかな、バックのコーラスは。で多分藤井さんなんですよ、全員。その3人はね、多分3人かな。アカペラでやる場合は、まあ、4人目の低い音、ベースって言われる音のパートもいるんですけど、楽器が入ってるのでそのベースの部分は、まあ、必要ではないかなっていうふうに思うので、コーラスの雰囲気をしっかり表現するためには最低でもまあ3人は必要になってくるのかなって思って、多分聞いた感じ3パートでのハーモニーかなっていうふうに思います。すごい美しいコーラスの作りですよね。次いきますよ。でここのメインメロディーも同じメロディーをこう繰り返す感じなんですけど、ちょっとずつリズムがこうずれていくような感じあるじゃないですか。これ音楽の専門用語でポリリズムって言います。多分ポリリズムっていうワードはどっかで聞いたことがあると思うんですよね。これ Perfume さんの代表曲のポリリズムっていう楽曲があるので、多分ねそこでワードは知ってると思うんですけど、こういったリズムです。タラタタラタみたいな感じで同じリズムが繰り返されるんだけど、どんどん前に前にリズムがいくみたいな。
そういったリズムパターンかっこいいですよね、ポリリズム。次いきますよ。うん、こういうね音遣いかっこいいですよね。ごめんなさい、ちょっとねまた難しい話になっちゃった。これジャズとかの音の流れなんですよね。こういう伴奏の流れを専門用語ではコード進行って言うんですけど、そのコードっていうのは何かっていうと、ジャーンっていう風にピアノで1個鳴らすじゃないですか。これをねコードって言うんですよ。日本名だと和音って言うんですけど、そのコードが進行していくものをコード進行って言って、このコード進行が曲の土台になるんですよね。そのコード進行の中の一つのコードで使われている音がですね、ジャズで使われているようなおしゃれな音を使ってるので、藤井さんの楽曲ってだからねおしゃれになってくるわけですけど、今そのおしゃれなポイントが来てねちょっと喜んでしまいました。もう一回聞いてみましょう。No I don't のところがすごくおしゃれなんですよね。ごめんなさい、またねテンションが上がっちゃうと難しい話をしてしまうのが僕の悪い癖ですね。藤井さんの本領発揮されてるポイントっていう風にね思っていただければなっていう風に思います。次いきますよ。いいね。そうなんですよ。この分厚いハーモニーから転調して最後の大サビに突入する最高の流れですよね。転調っていうのはここで使われている転調のパターンが一番オーソドックスで皆さんに馴染みがあるポイントかなっていうふうに思うんですけど、今までのキーからちょっと上がるみたいな、これが代表的な転調だと思います。でもまあ厳密的に転調っていうのは曲の中でキーが変わることを転調というので、こうキーが上がるもまあ転調の一種なんですけど、違うパターンもあったりするんですよね。ただその違うパターンを説明しようとするとまたさっきみたいに難しい話になってしまうので、ここでは省略しますけど、もう一回聞いてみましょう。最高ですね本当に最高の流れですよね、ここの最後の部分。じゃあ最後の大サビいきたいと思います。これね僕の好きなパターンなんですよ。メインメロディーがあってバックでフェイクがこう流れているみたいなね、もう最高ですねこれ。 R&B とかでよく行われているアレンジなんですけど、でバックでこうねうっすら流れているフェイクのことを裏メロとかカウンターメロディーとかなんかそんな言い方をしたりします。すごい盛り上がった雰囲気出てますよね。次いきますよ。いやーたまらないですねそう、僕はね毎回藤井さんの楽曲の最後の大サビはこのアレンジを期待してしまってるんですよ。で結構このアレンジしてくれる曲多いじゃないですか。だから今回の OK グッバイもこのアレンジが来て僕はねすっごい喜びましたね。次いきますよ。かっこいいね。もう嬉しくなっちゃいますよね、このかっこよさ。次いきますよ。もうねこのねただフェイクがあるだけじゃなくて、なんか一瞬フェイクバトルみたいなポイントもあったりするじゃないですか。ここがまたいいですよね。藤井さん VS 藤井さんみたいな、もう最強のフェイクボーカリスト同士がねこうフェイクバトルをするみたいなポイント、もうほんとかっこいい。次いきますよ。もう軽いんだけどものすごく心地いい音色の声でのこのねすごく複雑なフェイク、もう本当に自由に歌ってるんだなっていう感じが伝わってきますよね。そう、このアドリブ感が伝わってくるっていうのがねものすごく心地いいです僕は。次いきますよ。今んとこ鼻腔共鳴からヘッドボイスにつながった裏声、この曲の中で唯一この声を使ってるポイントですね。藤井さんのものすごくきらびやかな裏声、皆さん気づきましたか？聞き逃した方のためにねもう一回流しますね。いきますよ。
これ今最後ごめんなさい、ちょっと下手くそでしたけど、こうキラキラっとしたような音色ありますよね。これが鼻腔共鳴からヘッドボイスにつながった時の裏声の音色です。じゃあ次いきますよ。いやー、やっぱり最高でしたね。以上、藤井風 OK グッバイ歌声分析はここで終了です。いやー、やっぱり藤井さんの曲って曲によって雰囲気がものすごく違うじゃないですか。ここが素晴らしいところですよね。今回の OK グッバイも70年代だったり80年代のアメリカンポップスの雰囲気を感じることはできるんですけど、やっぱりどことなく今の時代の雰囲気もしっかりと曲の中に混ざってきているっていうか、そして藤井さんが持っている音楽の知識だったり歌の技術がふんだんに使われているっていうね。個人的には今回のプレマの中で OK グッバイが藤井さんの中の全力を投じた曲なんじゃないかなっていう風に思ってしまうぐらい内容盛りだくさんかなっていう風に思います。それぐらい素晴らしい楽曲なのでね、今回の僕の解説をですね聞いていろいろ注目して年末年始は藤井さんのプレマたくさん聴いていただけたらなという風に思います。それでは次回はですね、プレマの歌声分析シリーズ最後の曲ですね、Forever Young。こちらをですね、明日動画公開いたしますので、また遊びに来ていただけたらなというふうに思います。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。